雪の世界に出会って直感的にこれだ。僕にとってスノーボードをすることは自分の欲求に従ってるだけですね。普段はスケートボードでコンクリートの上にいて自然を相手に滑ってっていうのはいかにクリエイティブに自分らしさを出せるか、ドロップイン5秒前、どう滑るかはどう生きるかみたいな、滑ることの原点回帰と僕は思うと。これ貸してあげるよ。何ですか？白金回路。あ、充電できるやつですか？違う。それベンジン入れて、はい。めっちゃアナログなやつ。めっちゃ古いよ。1920年。ありがとうございます。あったかい。オッケー。太郎さんなんか知り合いの友達はいっぱいいてシェイパーだとかそういう基本的な情報はしてたけど、どういう人なのかは全然知らなかった。スプリットボードが初めてです。伝えてみる。滑るモードとウォークモードってあって、スライドさせて歩く。ちょっと歩いてみて。こんな感じですか？上げようとしないで。準備 OK？ OK です。じゃあいいですか？お願いします。こけないことを祈ってますね。僕は1962年東京で生まれて、家族がアウトドアマン、なおかつ父親がレストランを始めた。そこにプロ選手だとか面白い人たちが集まって、そういう人たちと遊びに行ったりスキーに行ったり海に潜りに行ったり、たまたまサーフボードで雪の上を滑ったら面白いんじゃないっていう話がレストランで出てた。スノーボードって当時はないから72年だったと思ったんだけど、16ミリのフィルムを見たの。それが初めてスノーボードをしてるシーンを見て、で初めてスノーボードってものを買ってやってみたら本当に面白くて、東京の混雑も嫌気がさしていたのでボードを抱えて旅をするっていう道を選んで、89年だったかな、雑誌の取材でニセコを訪れる機会が巡ってきて、でもう翌年からすぐ家を探して、僕はもともと結構何でも作ってこれでやってみようっていう感覚なので、ボードを何十種類も作ってきて、でそれを人に求められるようになって、あ、これが自分の仕事なんだなっていうのに気がついたと。いや、今日めちゃくちゃパウダー良さそうですね。めちゃくちゃいいでしょこれ。絶対いいよ。普段スケートはパークのみ。あ、街中でもやってます。難しさが面白い。やっぱりスノーボードでいう自然地形だもんね。そうですね。そのままでいかにそう。クリエイティブにそこ滑るか。がね一番面白いところ。そうですよね。そうなんだ。うん。意見あった。よかった。スケボー父が初めにしてて、で母と一緒に 4,5 歳の時に始めて、家族と一緒にスケボーするっていうのが日常。スケートパーク行ったらこんなちっちゃい女の子がスケボーできんのみたいな、今でもなんかそういう目で見られることはあると思うけど、見てろよって思う。アメリカで初めてコンペティションの時は女子のスケーターがいっぱいいるって感動して、スケボーを一番楽しくできる環境がそこにあったからカリフォルニアに引っ越しましたね。寒い。この木のさはい。下通るとき上見ておかないと。当たるん。じゃあ上から落ちてくるようなものがないかああ、なるほ見とど。かないと。今はまだこんな雪が枝についてないからいいけど、緑の山とは違う綺麗さがありますね。なんだか冬は冬でね。冬で。でも寒さ嫌いでしょ。そうです。間違いない。オリンピックできる選択肢の中に入ってたから挑戦してましたね。でも1年ちょっと前着地で失敗しちゃって前十字切っちゃったんですけど、それで予選とか行けなくって、
いろいろな後悔が頭によぎったけど、時間が経つにつれてこれは起きるべくして起きたっていうのは感じましたね。飛行機にずっと乗って大会出てイベント出てっていうばっかりで、自分のためにスケートする時間もなかったから、自分を見失いかけてたのはあって、もう怪我したことで自分を見つめ直す時間ができたから、もう一回心から楽しくできるチャンスをくれた気がします。ゆっくりいいからね。ゆっくり。はい。おーいや。おーいや。いや。よかった。地図見れる？地図読める？なんとなく。ここに車止めたの。うんうんうん。でこれをずーっとこう歩いてきて、はい。今この沢。おお。へえ。で滑るのは。滑るのはね、多分これかこっちかどっちか。なるほど。うんいつもだいたいそのこのね。まあかこっち行ったり、そっち行ったりここから落としたり。インスピレーションは例えば鳥の飛ぶ姿とか魚の泳ぐ姿とか、そこからスノーボードであればどういう素材で作るとそれがデザインが可能なのかな。もともとスノーボーディングってスノーサーフィンって呼ばれてる。自然の条件を知ってそれをこう受け入れて楽しむっていう、そこの原点回帰、オリジンに戻ろうっていう考え方をみんなに伝えたいなと思ってて。いや、どんどん雪良くなるね。もうちょっと滑れるぐらいにまで登ってきたね。ね。ようやく。ストリートとバックカントリーはやっぱり似てるところがあって、滑るためにあるものじゃないところからその可能性を見出して滑るっていうところですごい似てるなって思います。自然に挑戦するっていうのはやっぱりすごく難しくて、人間はちっぽけなものなんだなっていうのはすごく感じますね。自分をついていくのが必死で、ただただ進むことばっかり考えてたけど、太郎さんは登りながら山を勉強してるっていうか、やっぱ自分にはまだできないことだなって思いました。僕は登る時はとにかく情報をできる限り広くから受け取りたいなと思って。このところの変化で言うと、雪質の変化ってのは湿度が高くて重く感じる。これは15年ぐらい前には全くなかったことなんで、そのぐらい暖かくなってきてる。スノーボードを通して自然のことだったり環境のことだったり人々に理解してもらって、でそれはスノーボードの環境を整えるということに近づくから、それがモチベーションだと思うんで。その辺がいいんじゃない？そうですね。天気がやばいっすね。いや、めっちゃ良さそうじゃん。ね。もしかしてベストデータ。本当に。やったー。4時間歩いて上の方に行けば行くほど風が強くなってガスが強くなって余計に自分の行く道が見えない。ドロップイン5秒前。レディー。自分の知らないものは怖いけど勢いで飛び込みました。やばい。おお。おお、すごい。オッケー、じゃあ行きます。雪の世界で自分の呼吸だけは音がするでしょ。今いる自分がどんな場所にいるのかっていうことを常にこう把握できている。
スノーボードはターンに始まってターンに終わると。僕にとってスノーボードをすることは素直に自分の欲求に従ってるだけですね。自分が右に行くのか左に行くのか先が見えないけど、その中に可能性っていうのはすごくいっぱいあるから、太郎さんと時間を一緒に過ごして自分の道を切り開いてる人だから、インスピレーションをもらいました。スノーボードも登って降りてくるのは一つの旅なんで、旅のパートナーっていうのは重要だから、毎日同じように物事を捉えてるっていうのが分かったんで、自分のそのままで彼女とは滑れるなと。最高最高だわ。本当に